皆さんごきげんよう、上川薫です。今、日本とお隣の国においては、相互に入国制限を掛け合うという状況になりました。そのため、あちらの国の人たちが日本にやってくるときも入国制限がかかっています。日本側の制限というものは結構緩いというのが実際のところなのですが、そのことについては少し横に置いとくとしても、実際に打撃を受けるのは、日本との間に航空路線を持っているお隣の国の航空業界です。一体どれほど被害が広がるのかというのを見るために、今日一体どれだけの人がやってきているのか、その具体的な数について報じられています。というわけで今回のニュースはこちら。あちらの国の業界団体が予測を立てているのですが、その予測をはるかに上回るペースでおそらく被害は広がっていくでしょう。一体どのようなことになっているのかニュースをお聞きください。航空業界立ち枯れの危機。売上被害最小5兆ウォン超える。航空業界が危機に置かれた。6月までこうした状況が続けば、航空会社の売上への影響は最小5兆ウォン台に達するだろうという分析が出てきた。航空協会が8日、2月第4週国際線運送実績を基準として予想被害規模を算出した結果、6月までで最小5兆875億ウォンの売上被害が発生することが明らかになった。これは2月第4週を基準として算出したもののため、最近の日本の入国禁止措置による韓日間の航空路線が事実上中断されることになった点を考慮すると、被害はさらに大きくなる可能性が大きい。2月第4週の国際線旅客数は65万2266人で、前年同期より 65.8% 減った。中国路線の旅客数は前年同期に比べ 85.2% 急減した。日本は 70.6%、東南アジアは 62.1% 減った。北米は 11.8%、ヨーロッパは 29.8% 減少したと集計された。航空協会は当初今年の国際線月間平均旅客数を昨年より 6.3% 増加した535万8548人と予想する。だが、今年上半期の月間平均旅客見通しを前年比 65.8% 低い172万4011人に下方修正した。業界団体の見通しでは 65.8% 低くなるだろうという予想が出ていますが、実際にはそれよりもはるかに低い数値が出てくる可能性は十分あります。制限困る、戻れてよかった。帰国者ら戸惑いと安堵、関空など。政府が入国を制限する一連の措置を発動した9日、関西空港や成田空港では、検疫官らが入国者に2週間の待機などを要請した。多くの人が前日までに駆け込み帰国したこともあり、この日の到着便利用者はまばらだった。関西空港には午前8時半ごろ、ソウル初の便が到着。利用したのは3人のみで、到着先の第2ターミナルは閑散としていた。3人は検疫所で14日間自宅などで待機することや、公共交通機関を使わないことなどを求められた。いずれも電車での帰宅予定を急遽変更し、家族や友人に車での迎えを頼んだという。大学の友人同士で旅行から帰国した大阪市の神場さんは、いきなり入国制限を決められ、アルバイトに行けず困ると戸惑いを口にしたが、他人に迷惑はかけられないと諦めたような様子だった。日本語学校を卒業後、帰省していた大阪市の金さんは、4月から調理師専門学校に通うため戻ってきた。昨日制限を知り覚悟していたので入国できてよかった。今日の便を逃したら来られなかったかもと安堵の表情を浮かべていた。成田空港にも午前8時15分頃、ソウル初の便が到着。定員約190人のところ、乗客はわずか8人だった。茨城県に住む40代の自営業男性は、6日から妻と観光をしていた。8日に帰国しようとしたがすごく混んでいたので1日ずらしたと説明。自家用車で帰宅し、自宅待機するといい。自営なので仕事の調整はつくと話した。大阪便の乗客がたったの3人、そして成田便のお客さんも8人に過ぎませんでした。乗客定員190人という中において、たったの8人ですから非常に大きな赤字になっています。そしてこのような赤字という状態はおそらくは今月中はずっと続くでしょう。
何しろ日本からあちらの国に行こうとしても相手の国も入国制限をかけている状態です。つまり相手国に行ったから帰ってくるというそうした乗客も全く期待できない状態です。そのためこの記事の中で出ている損害額というのももっともっと膨らんでいくのは明らかです。この予測というものはあくまでも日本側が入国制限を発表する以前に出されたものなので、今現在この予想をし直せばおそらくはそこから大きく数値は伸びるでしょう。しかしここで一つ大きな問題があります。日本側がかけたこの入国制限、3月末までというのを一つの目処にしています。このように表明するのは私は失敗ではなかったかと思います。というのもお隣の国の問題が今月末までに収束するとはとても思えません。ですから入国制限をいつまでかけるのかというのは表記しないという手もあったでしょう。状況に応じてその都度考えるといったようなそうした曖昧な表現を使った方が今後のためには良かったと思います。またこの入国制限に関して相手国が非常に怒っているわけですが、ここにもまた一つ大きな問題があります。相手国が日本を非難するときに事前通告も何もなくいきなりこんなことをしてきたのだというふうに怒っていたわけですが、菅官房長官は会見の中において、いやもう事前日のうちにもう連絡はしておいたよということをあっさりと話していました。日本側でこの件について何か嘘を言う必要があるでしょうか。私はないと思います。こういったことから考えると、そこには反日政策というものの一環として相手国が比例を働いたのだというそうした図式を作り出そうとしていたのかもしれません。そしてこの反日政策かもしれないという考え方は次の態度にも現れています。相手国は日本側がもしも入国制限を解除したのであれば、それを理由として我が国も入国制限を解いてもいいよということを言っています。あくまでも上から目線です。日本が制限を解除したのであれば、それに応じてあげてもいいよという、これも何かの外交カードとして使おうとしているのです。しかしこれは明らかに外交カードでも何でもありません。日本政府は3月までとは言わず、日本国民のために安心安全を第一とし、問題が解決するまで3月から4月、4月から5月と、どんどんこの措置というものについての延長というものを図っていいと思います。また今回のように事前通告したにもかかわらず、事前通告しないのは何事だと、あちらの国の方が比例を働いたのですから、そのことに関して謝罪するまではこの措置を続けるよといった新たな問題化するというのも外交的なカードとして利用するべきです。日本側はこうした問題に対してあまり問題にしないのですが、しっかりと問題行動については問題だと指摘する、当たり前のことを当たり前のようにする、そうした外交も私は必要だと思います。皆さんはこのニュースについてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントを書き込んできてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。